さんこんにちは。今日から論語について、連続で講義をしていきたいと思います。論語っていうのはそんなに大きな本ではないんですけれども、文が500、ここに黒板に書いたのを一つの塊としますと、これが500あります。日本に入ってきたのが6世紀頃だって言われてますからね。仏教あたりと一緒に入ってきたんですけども、仏教と論語っていうのは違います。これは、簡単に言っちゃうと、論語っていうのは政治思想として入ってきたんです。で、仏教っていうのはね、学問とか倫理学とか哲学とかそういう考え方の指針として入ってきたんですね。だから当時としては仏教の方が良かったんでしょうけれども、一部の人がやっぱり論語を持って政治を司らなきゃいけないわけで、それはもう、古代の天皇たちは相当これをやってました。ただやっていたといっても当時の人は字が読めないわけですから書けないし、そうすると論語が入ってきても読めないっていうことは誰がやったかっていうと、論語が読める人が持ってきたわけですね。半島からです。大体朝鮮半島から、帰化人とか渡来人とか言われる方々ですけれども、それが先生付きで入ってきたんですよ。生徒付きでもいい、生徒もそうかもしれないですね。いっぱい集団で入ってきたらしいんですけれども、高句麗とかね、新羅とか、ああいう人たちの末裔というかな、そういう人たちそのものが入ってきて教えたということで、それが今ずっと現代まで日本人は引きずられています。で、いろいろと紆余曲折はあったんですけども、政治を取るためにどうしたかっていうことが最初に入ってきたんですけども、もう江戸時代では皆さんもよくご存知のように、教訓であるとか教育であるとか、そういうふうにして、日本全体に浸透しました。それが現代まで続いてます。で、現代では今度は企業倫理であるとか、そういうふうな人生の指針であるとか難しいことを言う人もいますけれども、今使われているのは企業運営ですね。これで論語がすごく役に立っているということなんです。古事熟語とか面白い言葉とかそういう意味でも使われてますけれども、何か考えていることとかやろうとすることを言葉で言い当ててくれるっていうのが、論語なんですよ。で、論語以外にもあるんですよ。孟子とか戦国策とかそういうのもあるんですけれども、どれが一番多く使われているかって言ったら難しいんですけどね、とりあえずは有名なところで論語ということで始めていきたいと思います。で、孔子は書いたわけではないんです。これは孔子が話したことを、弟子たちがそれを伝えて400-500年経ってから本になったわけですね。で、本っていうのは紙なんかなかったですから、竹とか木に書いたり絹に書いたりして残していったわけです。で、そういえばその時にお弟子さんがの前で、孔丘っていうんですけどね、本当は孔子って言っても本当の名前はね、孔丘って言うんですよ。9って言われてます。で、孔子というのはお弟子さんが話す時の詩なんですね。で、先生とか親は孔丘って言ってました。漢文の難しいところなんですけれども、読み方が全部違うんですよ。だから誰が言ってるか分からないっていうのが漢文の一番難しいところです。で、それ以外にたくさんあるんですけども、とりあえず漢字でできてます。漢字だけです。でもこの論語の講座では漢字だけのものはやめました。全部こうやって書き下し文というので書くことにしました。で、最初にこれ、どのようにやっていくかというと、この文章が論語の一番最初に載っている文章なんです。で、詩曰く、これをノタマークという人もいますけれども、教科書は曰くになってますから、曰くで統一します。学んだ時にこれを習う、また喜ばしからずやと、ここで一つ分けます。ともあり遠方より来たる、また楽しからずや、ここで言います。人知らずして憤らず、また君子ならずやと、この3つの文章でなっています。で、これが論語の中で一番重要だと言われています。最初に入るからみんな覚えちゃったんでしょうけれども、こういう場合に何が書いてあるか、これ3つを続けてやっぱり訳さないと、関連付けて訳さないとあんまり意味がない。で、先生がおっしゃったってことでこう言います。
誰かに向かって言ってるんですよ。教室といいますか、当時はほとんどの人は字を書きませんから、先生の言葉だけで聞いてました。ノートも鉛筆もありません。覚えたんです。でその時に学んで時にっていうのは、これは先生が講義をします。座ってます。時にっていうのは時々ではなくていつもです。これを習うっていうのはいつ先生に学んで教室を出て自分で実践して世の中で活躍して生活をして、そういう中で先生の言われていることを思い出す。それでああこれなんだなと膝を打つんです。それが習うんです。あ、このことか。つまりこれは復習ですね。だから先生に教えてもらったものをいつも人生の生活の中の行動を通して復習する。あ、このことを言ってるんだ。よく皆さんもありますよね。あ、こういうことなんだ。あ、こういうことなんだっていうのは特に文系の人にはありますね。理系の人にも公式とかそういう数式とかであるかもしれないですけども、特に文系の人は言葉としてそれを何て言いますか、思い出して思い当たって、それがまたっていうのはなんとっていうことです。再びって意味じゃないですよ。なんと喜ばしいではないだろうかという反応になってます。つまり喜ばしいってことです。だから先生に言われたことを生活の中でこれだっていうふうなことは嬉しいことだっていう、それが最初です。これが学問の最初にやる意気込みであるとか、学問の形がこういうふうなことをしましょうということですね。もっと簡単に言えば予習はないということです。当時は予習はしません。してはいけないんです。先生の言っていることをそのまま信じて、それで、生活の中でそれを思い当たってああっていう気持ちを出しましょう、そういうことです。で細かいことを言いますと、まず一つ、これは学習という言葉が抜けてますね。ありません。ここでは当時はまだ熟語という概念がなかったんです。熟語というのは漢字を2つ以上くっつけたものですね。学校であるとか教室であるとか、そういう言い方はありません。だから学と習というのは別に使っていました。で学習とは違います。全然違います。学と習です。これがまず一つ。これとこれ違いますよっていう。この当時の人は学習とは言いません。もちろん勉強とも言いませんよ。それからもう一つは喜ばしからずやったのが、これがなんで喜ばしいって読むかということです。もちろん喜ばしいっていうのは日本語ですから、中国人は2500年前は違う言い方してましたね。それがこれを喜ばしいっていうのはこれと同じ字だってことです。閲楽の閲になります。そうすると閲楽なんだってこと、ウキウキすることなんだってことですね。で何で同じにするかというと、先ほど申しましたように文字を見てないです。だから音だけでやりました。で漢字というのはざっくり言って辺と作りに分かれます。あるいは冠っていうのもありますけども、辺が意味、作りが発音です。発音というのは音読みって意味ですよ、当時のね。そうしますとこっちのこの言葉に、この文字の方に、形の方に喜ばしいという意味があるんです。でこの意味を発音したんですね。でそれでなるほどなるほどってこれを聞いた人は分かったんですよ。だけれども何十年も何百年も経ってこれを言葉として伝えようとした場合に文字にしなければいけない。その時にこの発音の字は何かって探したらば、これでもいいやこれでもいいやってことになったんです。こういうのを音通って言います。これも漢文の難しいところでいい加減なところです。例えば後から出てきますけども、この楽という字はこれと音通ですね。楽楽っていう字、これはだから同じ発音だからいいんです。どっち使っても構いません。そういうのは論文の中にいっぱい出てきます。論文に限らず当時の漢文の中にはたくさん出てきます。だから本当はどういう意味なのかっていうのを意味から取ってしまったらば漢文はできません。とりあえずこれは一番最初のところですね。先生に教えてもらったことを実践で、思い当たる。喜ばしいな。その次です。友あり遠方より来たるまた楽しからずってよく言いますね。友というのは友人ってよく言われますけども、これとは違います。こっちの友というのは先生が同じっていう意味です。
同門の人です。この友というのは地域とか仲間って意味です。だから同じ人に教わった人、サッカーでも野球でも同じです。監督が同じ、先生が同じはこっちです。とはご近所さんであるとか、そういう友はこれです。息合った友で、これは孔子は使い分けています。どうしてかっていうと、この友というのは同門の人が遠くから帰ってきたということです。でもう一つはこの法という字に問題があるんですけども、これ遠いところ遠いところっていうふうに今まで言ってましたけれども、どうも違うんじゃないかなと最近思います。で、さっき言いました音通っていうのがありますから、この法というのはこれと音通ではないかということです。そうすると遠い国から帰ってきたっていうんです。何かっていうと、孔子という人はね、弟子たちに就職をさせたんです。どのようにして政治を取るかということを教えてましたから、それで違う国に行ってそれを実践したわけですよね。その実践の方法をやってから帰ってきたってことですね。里帰りしたんですよ。でそれでみんなでだべってるんです。そしたらもう楽しいことでしょう。これは楽しいことですよね。同級生あるいは先輩が違うところで実践をして帰ってきた。ただそれは楽しい楽しいっていうのは楽しいだけじゃなくて、まあワイ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 言ってるわけじゃなくてね、これ愚痴も言ってるわけですよ。まあとにかくここは愚痴言ったんですよね。若くしていった場合、年寄りがたくさんいますから話はうまく通じません。新しい方法、新しい政策をやると大体それ潰されます。そういうことを悩んで帰ってきたのかもしれないです。そういう友達がいて違う国に行ってきた時に帰ってきた、その話を聞いた、これは楽しいことですねっていう。そうしますとここでは喜ばしいを使い、ここでは楽しいを使い、どうしてこれ区別したかったんです。当然ですけど意味が違うわけですね。この喜ばしいというのは、これは個人的に喜ばしいんです。自分で嬉しいんです。これは集団で嬉しいんです。みんなでワイ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 やるっていうね、そういう意味です。これ個人です。そういうふうにするとこれはすごく理解しやすいですね。これは方法です。こっちはその方法を実践した時のうまくいったかなんだかんだっていう、まあダベリングであるとか、議論であるとかしてるわけですね。まあ、楽しいなっていう。同じことで話してるんですから、それは楽しいですよね。サッカーやったり野球やったりした人がサッカーを見ながら、野球を見ながら、美術を見ながら、モーツァルトを聴きながら、その分野の人と話してるのは楽しいです。さてその次ですけども、人知らずして憤らずまた君子ならず、これどういうことかっていうと、普通に訳すと誰も自分のことを知ってくれない、そうするとムッとするって言うんです。ムッとするよねって言ったんです。なんとそれは君子じゃないよと、つまりムッとするなよってことです。ムッとしないことが君子だよっていう意味になります。君子でないことが君子であることがあろうか、いや違う、これは君子でムッとしてしまうと君子ではないって言うんです。だから人は自分のことを知ってくれなくても、この場合は自分の政策が受け入れられなくてもです。気に病むなとか、頭にくるな、ムッとするな、がっかりするな、落ち込むな、そういうことです。そういうのが君子なんだよっていうことを慰めてるわけですね。そういうことです。で、ここでは一番論語っていうのは重要なのは、たくさんこういうふうに文章が出てきますけども、一番最後に書いてあるのが一番重要なんです。後方に書いてあるのが一番重要です。そうしますと、これ君子ということを言ってるんです。君子というのは世の中に知られなくてはいけないっていうのが孔子の一番最初の考えなんです。世の中に身を立て名を上げっていうのが、儒家って言いますかね、論語に限らずその当時の学問の人たちの一番重要な親孝行です。身を立て名を上げる。でその場合知られなくてはいけない。そうすると自分で自分の手腕を発揮する。それが君子である。そういう意味です。これはだから古来江戸時代からいろいろ訳がありますけれども、今現代使われるのは、まあ落ち込む人もいますからね、相当ウキウキする人もいます。そういう話をしてもがっかりするんじゃないと、落ち込むんじゃないと、そういうところからこれ論語の話というのはしてるんではないかという、
そういうことからまず論語の話を始めたいと思います。第1発目の講義はこれで終わります。以上です。論語